こんにちは、ロック204チャンネルです。今回はマイクロビットで Python を始める2ストップウォッチの作成について解説を行います。それではこれから作成するストップウォッチを見ていきましょう。まずスタートさせると、こういう形でストップウォッチという風に表示されます。で、A ボタンを押すと、スタートでハートマークが表示され、こちらの方 B ボタンでストップ。今 5.6 秒かかったというような表示になります。こちらが Python エディターで作成したストップウォッチプログラムのコードの全体となります。それでは、プログラムの詳細について解説をしていきましょう。プログラムの最初で、使用するモジュールを取り込んでおきます。モジュールは特定の機能をプログラムに追加するものです。プログラムをリセットすると、2行のように from マイクロビットの行がセットされます。このモジュールはマイクロビットの機能を活かすために取り込まれたモジュールです。3行のインポートタイムは、稼働時間などの時間を扱う関数を使用すると自動的に追加されますが、追加されない場合はインポートタイムと記述してください。これは時間を扱うためのモジュールです。5、6行は変数の設定を示しています。変数は数値や文字を保存するメモリーです。変数スタートアンダーラインタイムは、A ボタンが押した時の稼働時間を取得するものです。またエンドアンダーラインタイムは、B ボタンを押した時稼働時間を取得するために使用する変数となります。7行は、プログラムがスタートした時にマイクロビットのディスプレイに、ストップウォッチと文字をスクロールしながら表示していきます。このストップウォッチプログラムでは、下の図に示すように A ボタンを押した時スタートアンダーラインタイムに時間を取得し、続けて B ボタンが押されると、エンドアンダーラインタイムにその時の時間を取得します。そして、その差を後で計算しディスプレイに表示するプログラムとなります。こちらは永遠に繰り返すループのプログラムとなります。while true の後に描かれるブロックが永遠に繰り返されることとなります。while ループの条件を満たす間は、時下げされた赤枠のブロックが実行されることになります。while ループの中に書かれたプログラムには、A ボタンが押された時と B ボタンが押された時の記述を書いていきます。ここでは A ボタンが押された時の記述を示しています。if 文を使用し、ボタンアンダーライン A was アンダーラインプレストという関数を書くと、A ボタンが押された場合は、if 文の下に時下げしたブロックが実行されます。display.showimage.heart は、ハートマークをマイクロビットに表示します。またスタートアンダーラインタイム6アンダーライン ms は、プログラムがスタートしてからの時間をミリ秒単位で取得するものです。同様に B ボタンが押された時の処理をここに示しています。15行では、display.showimage.happy と書くと、スマイルマークをディスプレイに表示します。そしてスリープ500で、500ミリ秒プログラムを停止させます。17行では、エンドアンダーラインタイムにその時の稼働時間を取得します。19行では、エンドアンダーラインタイムからスタートアンダーラインタイムを引いて経過時間をミリ秒単位で求め、1000で割秒に変換し、ラウンド関数を使用し小数点1位までの数にし、タイムアンダーラインレーションに代入し、20行で表示しています。以上でプログラムの説明を終わります。それではプログラムを作っていきましょう。まずプログラム名を書いていきます。ここで、ストップ01にしましょうか。で、決まったらこちらの方で、プログラムを書いていきます。で、最初はこういうふうな形で、すでに入っていますので、こちらの方をまず抜けて、そしてこちらの方ですね、ここに中期に、ストップウォッチにしましょうか。ウォッチ01にしましょうか。このマークですね。このマークは、
注釈っていうことでプログラム実行時には無視されるところになってきます。そして、こちらの方ですね、使用する変数をまずスタートタイムを用意しましょう。これを初期値は0にしておきましょう。それからエンドタイムを用意します。そして、このファイルの中がですね、永遠に、実行されるブロックを書いていくということになります。で、ここは抜けておきましょうか。いらないので抜けておきます。そしてこちらの方に A ボタンを押したときと B ボタンを押したときの処理を書いていきます。ここでボタンを選びます。そしてここですね、A ボタンの時の処理、ここに置きます。そして B ボタンの処理をこちらに置きます。そしてこの中に処理を書いていきます。で、A ボタンが押されるとハートマークを表示するようにします。で、ディスプレイのところでハートマーク、これですね、これをここに持ってきます。ハートマークを、1秒表示しましょうか。ここがミリ秒単位ですね。ここはプログラムを1秒ほど停止するということですね。で、ここはのけておいて、ここで、時間を取得します。で、スタートタイムに時間を取得していきます。で、ここに稼働時間を入れるんですけども、わからなかったらここにですね、時間っていうふうに入れてください。そうすると検索結果がここでできます。で、こう見ていくと、呼び出し時点での稼働時間を入れるというの、これがTixMS というのがありますので、これをクリックしていきます。そうするとこれをここに持ってくればいいですね。タイム。ここで、タイムをのけてしまったですね。タイムドットTixTime。こういう形で、スタートタイムを取得するということですね。で、ちょっとこれ取れてるかどうかを、確認してみましょう。プリントで。プリント括弧のスタートタイム。で、ここでシミュレーターで確認しましょう。ここで押すとハートマークですね。で、ここに6301って書いてますよね。こういうような形で時間が取れてます。時間経過するとこういうふうに。これミリ秒単位でですね、プログラムがスタートしてからの時間が表示されるようになっています。で、ここは、いらないので、こういう形で
注釈文にしておきます。で、プログラムスタートしたらですね、ここにストップウォッチで表示、するようにしたいので、リファレンスでディスプレイで、スクロールして文字を表示。これですね。これをここに入れましょう。ここで文字をストップウォッチですね。こうすると、プログラムがスタートすると、こういうふうに、ストップウォッチ。はい、こんな形になります。そしたら今度は B ボタンを押したときですね。じゃあこれが、ここがボタン B was pressed。ここの部分ですね。ここが今度は、こちらの方でディスプレイで、これハートマークでしたね。例えば、ハッピーにしましょうか。ハッピーにして、ここに入れる。そして、これ、上の部分ですね、1秒スリープするようになってるんで、ちょっとこれは、あれですね、1秒の誤差が出てくるんで、これのけましょう。こういう形ですね。で、この場合は、このままでいいと思います。400ミリ秒置いておいて、これと同じような形で、時間を取得します。この場合ですと、ここがエンドタイムにします。エンドタイムで取得して、その差をですね、タイムデュレーションに入れましょうか。タイム経過時間ですね。タイムデュレーションで、引いてあります。ここでエンドタイムからスタートタイムを引いてあります。そしてこれがミリ秒ですので、これを1000で割ります。1000で割るっていうことですね。そうすると、これが、表示すると、ディスプレイスクロールで表示しましょうか。これを使いますかね。これを使いましょうか。これをコピーしてやって、こちらの方ですね、ここに、デュレーション、タイムデュレーションを表示してやるというような形に、すると、ちょっと結果を見てみましょう。まず、スタートして、ストップウォッチ。で、ここで、スタートして、ここでストップ。4.463 というような形で、経過時間を求めることができるんですけども、小数点以下2桁になりましたので、1桁にしたいので、こちらの方ですね、四捨五入しましょう。そしたら、これがラウンド関数を使います。ここで、リファレンスのところを見ましょうか。
こちらの方ですね。ここで、丸目っていうところがありますよね。ここを小数点以下。こういう形にするんですね。ラウンドって書いて、数値を書いて、桁数を書くっていうような書式にすればいいってことになりますので、ここをラウンドって書いて、カッコしてやって、ここが 1桁で、こういう形で、1桁で四捨五入っていう形にします。これをやってみましょう。ストップウォッチでハートマークが表示されて、これを押す。そうすると 3.3 というような形で、四捨五入をされて、小数点1桁までこのラウンド関数を使って行うことができます。以上でプログラムの作成を終わります。